今日も一日ご苦労様でした。このチャンネルはあなたを心地よい睡眠へと誘う朗読チャンネルです。学園の日々を懐かしむ物語で心の休息をお届けします。眠りの世界へと導く物語をお届けします。この動画は学園物語オリジナルストーリーを6話お届けします。当チャンネル眠りの語り部ではあなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前にぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではおやすみなさい。友情の記憶。夜明け前、静けさが街を覆っている。どこか遠くで鳥のさえずりが聞こえてくるが、それ以外は何も動いていないように感じられる。だが、この静けさの中にも、やがて訪れる日常の喧騒を予感させる何かがある。そんな静かな時間帯に、小さな町の片隅に位置する月影学園が新たな物語の舞台として静かにその時を待っていた。月影学園は小学校から高等学校まで一貫教育を提供する地域で愛される学校だ。この学園には様々な背景を持つ生徒たちが集まり、それぞれが夢や希望、時には悩みを抱えながらも共に成長していく。学園の特色は何と言ってもその家庭的な雰囲気。先生と生徒の距離が近く、互いに支え合う関係が自然と築かれている。この物語の主人公は月影学園の中学部に通う4人の生徒たち。彼らはそれぞれ異なる個性を持ちながらも強い絆で結ばれた親友同士。学園生活を通じて彼らの間には数えきれないほどの思い出が紡がれていく。今日もまた4人は学園で新たな一日を迎えようとしていた。しかし彼らがまだ知らないことは、この年が彼らにとって最後の年となり、やがて訪れる別れが彼らの友情をさらに深めることになるということだった。それは彼らの中で永遠に色褪せることのない友情の記憶として刻まれていくのだった。今、静かな夜が明け、新たな物語が幕を開けようとしている。月影学園での忘れられない一年が始まろうとしていた。春の訪れとともに、月影学園の校門は新しい学期の到来を告げる。桜の花が満開のもと、生徒たちはそれぞれのクラスに向かって歩いていく。主人公たち4人組もワクワクした気持ちを胸に新たな学期のスタートを切る。主人公の一人、春人は明るく社交的な性格で、学年でも人気のある生徒の一人だ。彼は友人たちとの絆を何よりも大切にしている。その春人を中心に、真面目で勉強熱心な優、スポーツ万能でクールな深夜、そして芸術的才能にあふれる穏やかな性格のリコがいる。4人は小学校からの幼馴染であり、月影学園では切っても切れない関係として知られていた。新学期の初日、彼らはいつものように朝のホームルームで再会する。先生の話を聞きながらも、彼らの会話はすぐに学期末に予定されている文化祭の話題へと移っていく。毎年、この文化祭は学園最大のイベントであり、生徒たちはその準備に数ヶ月も前から取り組むのが恒例となっている。今年の彼らのクラスは、学園で初めての試みとして映画制作に挑戦することになった。これはリコが提案したアイデアであり、彼女の芸術的才能を生かす絶好の機会となる。映画のテーマは友情。実体験に基づいたストーリーで見る人の心を動かすことを目指している。このプロジェクトは彼らにとって新たな挑戦だった。しかし、その過程で彼らは困難に直面し、それを乗り越えることでさらに絆を深めていく。物語の進行とともに彼らの友情は成長し変化していく。新しい学期が始まった月影学園で彼らの新たな冒険が今始まろうとしている。春が深まり、月影学園の敷地内には新緑が息吹を増していた。文化祭に向けた映画制作プロジェクトは少しずつだが確実に前進していた。
主人公たち4人は、クラスメートと力を合わせて、映画の準備に取り組んでいる。ハルトは、映画のプロデューサー兼主演俳優として、プロジェクトを牽引していた。彼の自然な人懐っこさが、クラス全体を一つにまとめ上げる力となっていた。ユウは脚本を担当し、彼の緻密な思考が物語に深みを加えていく。深夜はカメラマンとしての役割を務め、スポーツで培った瞬発力と集中力を活かして迫力ある映像を撮影していた。そしてリコはアートディレクターとして映画のビジュアル面をコントロールし、彼女独自の美的センスで作品に色を添えていた。しかし、プロジェクトは決して順風満帆ではなかった。ある日、彼らが計画していたキーとなるシーンの撮影で、予期せぬトラブルに直面する。ロケ地として選んだ森の中で、機材の故障が発生し、撮影が中断してしまうのだ。さらに、予算の問題やスケジュールの遅延など、多くの課題が立ちはだかった。このような困難の中でも、4人の絆は揺るがなかった。彼らは、お互いを励まし合い、解決策を探し続ける。特に、ハルトのポジティブな姿勢が、クラスメートたちに大きな影響を与え、困難を乗り越えるための原動力となっていた。そして映画制作の過程で彼らは友情の本当の意味を学び始める。それはただ楽しい時を共に過ごすだけでなく、困難な時には互いを支え合い、一緒に成長していくことだと。映画制作は彼らにとってただの学校行事を超えた存在となり、人生における大切な記憶として刻まれていく。夏が訪れ、月影学園は緑に包まれ、生徒たちの笑顔がさらに輝きを増していた。文化祭までの日々はあっという間に過ぎていき、映画制作プロジェクトもいよいよ大詰めを迎えていた。主人公たち4人はこれまでに増して一致団結して取り組んでいる。映画の主題である友情を深く掘り下げたストーリーは、クラスメートたちからも大きな支持を受けていた。特に互いに助け合うシーンでは彼らの実体験が反映されており、見る者の心に深く響くものがあった。撮影の際には実際に彼らが経験したエピソードが語られ、それが映画のリアリティを増す要因となっていた。夏の暑さの中、彼らは撮影の最終段階に入る。ロケ地での撮影、編集作業、そして音楽の選定まで、すべての工程において、4人はそれぞれの才能を最大限に発揮していた。ハルトの明るいリーダーシップ、ユウの緻密な脚本、深夜の的確なカメラワーク、リコの美的センスが一つになり、彼らの作品は完成に近づいていった。しかし、そんな中、彼らはある大切なことに気づかされる。それは映画を通じて表現される友情の価値だけでなく、このプロジェクトを通じて築き上げた自分たちの絆の深さにあった。夏の終わりには、彼らの間には言葉にできないほど強い信頼と理解が育まれていた。そして夏休みが終わりに近づく頃、映画はついに完成する。彼らは完成した作品を見て、達成感とともに、これまでの努力が実を結んだ喜びを共有した。文化祭での上映を前に、彼らはもう一度映画制作の初めの頃に立ち返り、この経験が彼らの友情をいかに深めたかを振り返る。彼らにとって、この夏は忘れられない、絆深まるひとときとなった。文化祭の日、月影学園は期待と興奮で満ち溢れていた。様々なクラスが独自の展示やパフォーマンスで学園を飾り立て、来場者を迎えている中、主人公たちの映画上映が始まる時間が近づいてきた。教室を暗くした中、プロジェクターが映し出す映像が壁に浮かび上がる。映画の始まりとともに、観客たちはすぐに物語の世界に引き込まれていった。画面に映し出されるのは4人の主人公たちが織りなす深い友情の物語。彼らの経験を通じて描かれる喜び、悲しみ、挑戦、そして成長が観客の心を捉えて離さない。映画が進むにつれ、観客からは時折笑い声やため息が漏れる。
そして映画のクライマックスには多くの観客が涙を拭う姿が見られた。映画はただの学校のプロジェクトを超え、人々の心に深く刻まれる作品となった。上映が終わり、暗闇の中で拍手が鳴り響く。彼らのクラスメートや先生、そして家族たちが彼らの努力と成果を称えていた。春と優、深夜、リコの4人は手を取り合い、ステージに立つ。彼らの顔には達成感とともに深い絆で結ばれた友情の喜びが溢れていた。この日、彼らはただの友人ではなく、互いに支え合う家族のような存在になった。そしてその絆は学園生活を超えて彼らの人生において永遠のものとなる。友情の記憶は彼らが共に過ごした時間、そして共に乗り越えた困難の中に生まれた光であった。月影学園の文化祭は夕焼けが空を染める中、幕を閉じる。しかし彼らの物語はここで終わりではない。新たな日々が彼らを待っている。そして彼らが築いた絆はこれからも彼らの道を照らし続けるだろう。友情の記憶は変わることのない彼らの宝物となった。学びの旅路。静かな山間の町にある小さな学校。それが私たちの物語の舞台です。この学校は何世紀にもわたって知識と伝統を育む場所として地域の人々に愛されてきました。教室の窓からは四季折々の自然の美しさが見え、学びの旅は常に自然と共にあることを思い出させてくれます。新学期の始まりはいつも新しい可能性と出会いに満ちています。そして今年も様々な夢を持った生徒たちがこの学校の門をくぐりました。中でも一人の新入生が特に注目されています。彼の名前はユウキ。彼はこの町に引っ越してきたばかりで新しい環境と友達作りの不安を抱えていました。しかしユウキには秘密があります。彼は不思議な夢を見ることができるのです。夢の中でユウキは遠い過去や未来を旅し、学びの深い教訓を受け取ることがあります。これらの夢は彼にとって新しい環境への適応を助ける貴重なガイドとなっていました。ユウキはこの不思議な能力について誰にも話したことがありません。しかし、この小さな学校での生活が彼の秘密を共有するきっかけとなるかもしれません。そして彼の夢が学校と地域の人々に新しい風を吹き込むことになるのです。新しい友達、授業、そして予期せぬ冒険が勇気を待ち受けています。彼は自分自身と向き合いながら学びの旅路を歩み始めるのです。これは成長と発見の物語。そして夢が現実に影響を及ぼす不思議な旅の始まりです。勇気の最初の学校日は晴れやかな朝に始まりました。空は高く澄み渡り、朝日が教室の窓ガラスを柔らかく照らしていました。勇気はドキドキしながら教室に入り、自分の席を探しました。彼は窓際の席に着くと、周りを見渡しました。同じく新しい環境に慣れようとするクラスメートたちの緊張した表情が見えました。その日の授業は新しい教科書の紹介や先生方の自己紹介が中心でした。勇気は特に図書館での時間に心惹かれました。学校の図書館は古くから集められた書籍であふれ、知識の宝庫とされていました。勇気は本が好きで新しい世界に触れることができると感じていました。昼休みには勇気は教室を出て校庭を散歩しました。そこで彼は一人の女の子と出会いました。彼女の名前は美穂といい、勇気と同じく新しい生徒でした。美穂は自然に興味があり、特に植物について学ぶことを楽しみにしていると話しました。勇気と美穂はすぐに意気投合し、新しい友情が芽生え始めました。午後の授業では勇気は自己紹介をする機会がありました。
彼は自分の趣味や夢について話しましたが、不思議な夢のことは誰にも言いませんでした。しかし、勇気の話を聞いたクラスメートたちは彼に興味を持ち始めました。授業が終わる頃には数人の生徒が勇気に声をかけてきました。学校での最初の日が終わり、勇気は家に帰りながら今日一日を振り返りました。不安だった朝が期待と希望に満ちた一日に変わっていたことに気づきました。新しい友達、学ぶべきこと、そして探求すべき夢。勇気の学びの旅路はまさに今始まったばかりです。数週間が過ぎ、勇気は学校生活にすっかり慣れました。彼と美穂は授業が終わるといつも一緒に図書館で過ごす仲になりました。図書館の静かな雰囲気の中で、二人はお互いの夢や希望について語り合いました。ある日の放課後、勇気は美穂に自分の不思議な夢のことを打ち明けることにしました。彼は夢の中で異なる時代や場所を旅し、そこから多くのことを学ぶと話しました。美穂は最初、驚きを隠せない様子でしたが、徐々に興味を示し始め、勇気の夢についてもっと知りたいと言いました。勇気は最近見た夢の一つを美穂に話しました。それは遠い過去、人々が自然と調和して生活していた時代の夢でした。その夢の中で、勇気は古代の知恵が今の世界にも重要な意味を持つことを学びました。特に人と自然との関わり方についての教訓が強く印象に残っていました。美穂は勇気の夢に魅了され、二人でその夢が持つ意味について深く考えるようになりました。勇気の夢を通じて、彼らは自分たちの周りの自然をもっと大切にし、保護する方法を探求することにしました。学校の生物学の先生に相談したところ、先生もこのアイデアを支持し、学校全体で環境保護活動を始めることを提案しました。勇気と美穂の提案を受けて、学校では環境保護クラブが立ち上げられ、多くの生徒が参加を希望しました。クラブ活動を通じて、学校の周りをきれいにする清掃活動や、地域の植物を学ぶための散歩会が定期的に行われるようになりました。勇気の夢が学校と地域の環境保護への意識を高めるきっかけとなったのです。彼は自分の夢が現実世界にポジティブな影響を与えることを実感し、新たな自信を得ました。勇気と美穂の友情も、この共通の目標を通じて、さらに深まりました。秋が深まり、学校の周りの木々は、色鮮やかに染まり始めました。勇気と美穂が立ち上げた、環境保護クラブは、学校のみならず、地域社会にも良い影響を与えていました。彼らの活動は地元の新聞にも取り上げられ、多くの人々が環境に対する意識を新たにしました。この頃、勇気は再び特別な夢を見始めました。しかし、今回の夢は過去のものとは異なり、未来のビジョンを示しているようでした。夢の中で勇気は自分たちの小さな町が緑豊かな環境に囲まれ、人々が自然と調和して暮らしている姿を見ました。この夢は勇気にとって希望に満ちたものでしたが、同時にそれを実現するためにはまだ多くの努力が必要であることを示していました。勇気はこの新たな夢を美穂に話しました。二人は夢が示す美しい未来を現実のものとするために、さらに行動を起こすことを決意しました。彼らは学校だけでなく地域の人々も巻き込んで、より大規模な環境保護活動を計画することにしました。計画の一環として、勇気と美穂は地域の環境保護団体と連携し、大規模な植樹祭を開催することに成功しました。このイベントは大成功を収め、多くの人々が自然保護の大切さを実感し、積極的に参加するようになりました。学生たちはこの活動を通じて自分たちの力で社会に貢献できることを学び、大きな自信を得ました。勇気の夢は彼自身だけでなく、周りの人々にも希望とインスピレーションを与えるようになりました。勇気と美穂は夢が現実に変わる過程で、
重要な役割を果たしていることを実感し、未来に向けて前進し続けることを誓いました。夢と現実の間の架け橋として、二人の努力は新しい章を開く準備ができていました。冬が訪れ、学校は雪に覆われました。結城と美穂が始めた環境保護クラブの活動は、一年を通して多くの人々に影響を与え、地域社会に変化をもたらしました。二人の友情も共に過ごした時間と経験を通じて、より強固なものになりました。学年の終わりが近づく中、結城は新たな夢を見ました。この夢は、これまでに見たどの夢とも異なり、自分自身が成長し、変化していく姿を示していました。夢の中で結城は、自分が大人になり、環境科学者として、世界中を旅し、自然保護の重要性を広めている姿を見ました。彼にとって、この夢は、自分の未来への明確なビジョンであり、人生の目標を示していました。結城は、この夢を美穂と共有しました。二人は夢が現実になるためには目の前の小さな一歩から始めることの重要性を再認識しました。彼らは自分たちの活動が地球の未来に貢献できるという確信を持ち、学びと行動を続けることを誓いました。卒業式の日、結城と美穂は学びの旅路の終わりと新たな始まりに立っていました。二人はこれまでの経験を胸に、それぞれの夢に向かって歩み始めました。結城の夢は彼自身だけでなく多くの人々に希望と勇気を与え続けるでしょう。夢は現実へと続く扉です。結城と美穂の物語はその扉を開く鍵を手にしたただの始まりに過ぎません。彼らの旅はこれからも続いていきます。夢を追い続け現実を変えていく勇気を持って、そして静かな山間の町にある小さな学校は未来への夢を育む場所として今日もまた新しい物語を待っています。教室の魔法。ゆっくりと夜が明け、朝日が小さな町を暖かく照らし始めた。この町の片隅に位置する古いが愛されている学校、桜の宮学園は今日も新しい一日を迎えようとしていた。桜の宮学園は特別な魅力を持つ場所で、伝説によると、この学校には古代の魔法が息づいていると言われていた。しかし、それを信じる者は少なく、多くの生徒たちはただの昔話として耳にしていた。この物語の主人公は、普通の中学2年生、小春という名の少女である。小春は、特別な才能を持っているわけでも、目立つわけでもない、ごく普通の女の子だった。しかし、彼女には誰にも言えない秘密が一つあった。それは、彼女が夢に見る、不思議な教室のこと。この夢を見始めてから、彼女の日常に小さな変化が訪れていた。今日も学校への道を歩きながら、小春はその夢のことを考えていた。もしもそれが本当にあるなら、どんなに素晴らしいだろうと。そんな空想にふける小春の前に、桜の宮学園の古びた校門が現れた。門をくぐり、いつものように、校舎へと向かう彼女の心には、今日も何か小さな期待が宿っていた。そして、その日、小春の学園生活は、これまでとは少し違うものになることを、まだ誰も知らなかった。教室の中に隠された魔法が、少しずつそのベールを脱ぎ始める時が、近づいていたのだから。桜の宮学園での、新しい一日が始まる中、小春にとって、この日は何かが違って感じられました。彼女はいつものように、教室へと足を運びますが、その一歩一歩が新鮮で、期待に満ちたものに思えました。教室に入ると、小春は周囲の空気がなんとなく変わったように感じました。いつもと変わらないはずの教室が、今日に限っては、彼女を新しい世界へと誘うかのような、神秘的な雰囲気を放っていました。小春は自分の席に座り、授業が始まるのを待つ間、教室の隅々を観察しました。
普段は気に留めることのない教室の風景が、今日に限っては特別な意味を持っているように思えました。そして授業が始まると同時に、小春の日常は思いがけない方向へと進み始めます。数学の時間、先生が黒板に式を書いていく中、小春は突然、黒板が異世界の入り口のように見え始めたのです。数学の式が森の風景に変わり、小春はその風景の中に自分が立っているかのような錯覚に陥りました。この不思議な体験は彼女にとって全く新しい感覚であり、授業が進む中で彼女はこの幻想的な世界から抜け出すことができませんでした。授業が終わり、小春が現実世界に戻ってきた時、彼女は自分が何をしていたのか、そして何を見たのかに混乱しました。先生やクラスメートからの視線を感じつつも、小春は自分が体験したことの意味を理解しようと試みます。それはただの空想だったのか、それとも何かもっと大きな意味があるのか。この疑問は彼女の心を強く捉え、放課後も頭から離れませんでした。水木が近づいてきた時、小春は自分の体験をどう伝えればいいのか悩みましたが、水木の温かな視線と優しい言葉に励まされ、小春は少しずつ心を開いていきました。小春は水木に教室での不思議な体験について話し始めます。最初は戸惑いながらも、小春は自分の内面に秘められた思いや夢を水木と共有し、二人の間には新たな絆が生まれました。この日の出来事は、小春にとって教室の魔法を信じるきっかけとなりました。彼女はこの不思議な力を探求し、その秘密を解き明かすことを決意します。それは彼女にとって、ただの好奇心ではなく、自分自身の中に眠る可能性への挑戦でもありました。この決意は、小春の学園生活を、これまでとは一線を画すものに変えていくことになるのでした。彼女は日々の生活の中で普通では見過ごされがちな瞬間に魔法のような美しさを見出すようになりました。これは小春がただの現象ではなく教室の魔法の兆候として捉え始めたことから生じた変化です。放課後、小春は学校の図書室に足を運びます。そこは彼女にとって教室の魔法を探求するための秘密基地のような場所でした。古びた文献や学校にまつわる歴史書を手に取る中で、彼女は教室の魔法がただの幻ではなく、何世紀にもわたって桜の宮学園に伝わる古い伝説に根ざしていることを発見します。その古文書の中には、学校の創立者が残した言葉が記されており、教室に秘められた魔法の力について言及していました。小春はこの発見に心を躍らせ、教室の魔法についてもっと知りたいという思いが強くなりました。数日後、小春は再び不思議な体験をします。授業中、ふと窓の外を見た瞬間、彼女は窓ガラスに映る自分の姿が美しく輝いて見え、その輝きが徐々に花の模様へと変わっていくのを目撃しました。この現象に深く感動した小春は、これが教室の魔法の一部であると確信しました。彼女はこの美しい体験を誰かと共有したいと強く感じ、放課後、水木に全てを打ち明ける決心をします。水木は小春の話を真剣に聞き、二人の間に新たな絆が生まれました。水木は小春の体験を信じ、二人で一緒に教室の魔法を探求することを提案します。この提案に小春は心から喜び、二人の冒険が始まりました。小春と水木は放課後や休み時間を利用して教室や学校の各所で不思議な現象を探し始めます。彼女たちの探求は教室の机の中から古い手紙が見つかるなど次第に成果を上げていきます。この手紙はかつてこの学校に通っていた生徒からのもので教室の魔法にまつわる秘密が記されていました。この発見は小春と水木にとって大きな手がかりとなり、二人のミッションに新たな動機を与えました。次第に小春と水木の活動は他の生徒たちの興味を引き始め、彼女たちの周りには教室の魔法を信じる仲間が増えていきます。
小春と水木は、教室の魔法が、ただの幻想ではなく、桜の宮学園の深い歴史と、伝統に根ざしたものであることを理解し始めました。そして、この魔法が、学校全体に秘められた可能性を、解き放つ鍵であると信じるようになります。この章は、小春と水木が、教室の魔法を探求する過程で結ばれた友情、そして彼女たちが学校での日常に新たな意味を見出す旅の始まりを描いています。二人の活動は次第に大きなうねりとなり、学校に新しい風を吹き込んでいくのです。二人の純粋な探求心は徐々に他の生徒たちの興味を引き、学校全体に新たな活気をもたらしました。ある放課後、小春と水木は学校の裏庭で古い井戸を発見しました。井戸の周囲は荒れ放題で長年誰の目にも触れることなく放置されていました。しかし、二人が近づいた瞬間、井戸からは不思議な光が溢れ出し、周囲の空気が一変します。井戸の中からは優しい音楽が流れ出し、まるで井戸が昔話を語り始めるかのようでした。この不思議な現象に心を奪われた小春と水木は、学校に隠された魔法の力を改めて実感し、その奥深さに魅了されました。この体験をきっかけに、小春と水木は、学校中の隠された魔法の場所を探し始めます。二人の冒険は、授業が終わるたびに、小さな探検に出かける日々へと変わりました。彼女たちは、図書室の格下な、古い体育館の裏手、廃校になった旧校舎など、普段は注意も払われない場所から、次々と魔法のような体験を発見しました。特に印象的だったのは、旧校舎の一室で見つけた古いピアノです。そのピアノは何十年も前からそこにあったとされ、誰も弾くことができなかった伝説の楽器でした。しかし、小春が無意識のうちに、鍵盤に触れた瞬間、部屋は美しい旋律で満たされました。ピアノの音色は時間を超えて過去の学園祭で演奏された曲を奏で、二人に学校の長い歴史と思い出を感じさせました。小春と水木の探検話は徐々に他の生徒たちの間で広がり、学校には新しい風が吹き始めます。彼女たちの活動に触発され、他の生徒たちも自分たちの授業や日常の中で魔法のような瞬間を見つけ出すようになりました。美術部では学校の伝説をテーマにした作品展示会が開かれ、文学部では学校にまつわる物語を集めた小冊子が制作されました。学校中が魔法探しの熱気に包まれる中、小春と水木は自分たちが始めた小さな探求が学校全体をつなぐ大きな動きへと成長したことを実感します。教室の魔法はもはや二人だけの秘密ではなく、すべての人に開かれた学校の新たな伝統となりました。季節が移り変わり、小春と水木が教室の魔法を発見してから1年が経った。学校では彼女たちが始めた小さな探検が今や多くの生徒たちによる大きなプロジェクトへと発展していた。教室の魔法をテーマにした写真展、学校の不思議を探る冒険ゲーム、伝説と歴史を紐解くワークショップなど様々な活動が展開されている。小春と水木は自分たちの行動がこんなにも多くの人々を巻き込むことになるとは思ってもみなかった。しかし、彼女たちの純粋な好奇心と探求心が学校を一つの大きなコミュニティに変えたのだ。教室の魔法はもはや二人だけの秘密ではなく、すべての生徒が共有する価値ある体験へと成長していた。桜の宮学園の門をくぐるたび、小春と水木はいつも心を躍らせる。彼女たちにとって、この学校は、ただの建物ではなく、夢と可能性が詰まった魔法の箱のようなものだった。そして、彼女たちは知っている。教室の魔法は、探し求める者の心にだけ現れる、特別な魔法だということを。そして、桜の宮学園の物語は、まだまだ続いていく。新しい生徒たちが、この学校に足を踏み入れるたびに、新たな魔法の物語が生まれていくのだから。
青春の風景。小さな町の端にある高校、風景は青春の色で染まっていた。季節は春、桜の花びらが軽やかに舞い、新しい学年の始まりを告げる。この物語は、そんな季節の変わり目に、高校3年生に進級したばかりの少年、ユーマと彼のクラスメートたちによって紡がれる。彼らは、それぞれに夢や悩みを抱えながらも、青春の1ページを刻んでいく。ユーマはいつものように、学校の門をくぐり、桜並木の下を歩いていた。彼の心は、新しいクラス、新しい出会い、そして最後の高校生活に対する期待と不安でいっぱいだった。そんなユーマの周りには、友情、恋愛、夢への追求といった多彩な物語が交錯していく。静かに時が流れ、風は優しく、桜の花びらはまるで彼らのこれからを見守るかのように静かに降り注ぐ。ここから彼らの忘れられない一年が始まる。ユーマが教室に足を踏み入れた瞬間、彼の目に映ったのは未知の顔ぶれだった。彼の心臓はドキドキと高鳴り、同時にワクワクした気持ちが湧き上がってきた。クラスの配属表が発表された日から、彼はこの瞬間を想像していた。しかし、実際に新しいクラスメートの顔を見ると、想像以上に新鮮な気持ちに包まれた。先生が入ってきて、自己紹介が始まった。一人一人が立ち上がり、名前と趣味、そして何か一つ今年の目標を話す。ユーマは自分の番が近づくにつれ、緊張で声が震えそうになるのを感じた。しかし、彼の番が来た時、彼はしっかりと自分の夢を語ることができた。僕は、この1年でもっと多くの本を読んで、様々なことを学びたいです。そして、いつかは作家になることが夢です。自己紹介が終わり、クラスはすぐに一体感を持ち始めた。休み時間には、ユーマはいくつかのクラスメートと話をする機会があり、彼らもまた自分たちの夢や目標について熱心に語っていた。この日、ユーマは新たな友情の種をまくことができたのだ。日が暮れていく中、ユーマは帰り道に学校の桜並木を眺めながら、新しいクラスでの生活が楽しみになってきた。彼にとって、これは新たな一歩、そして青春の貴重な時間の始まりを意味していた。春も深まり、ユーマたちの学校生活は次第にルーチンとなっていった。ある日、学校では文化祭の準備が始まり、それぞれのクラスで何を出展するかの話し合いが活発になった。ユーマのクラスでは様々なアイデアが出され、熱い議論が交わされた。その中で、ユーマはクラス新聞を作ろうと提案した。彼の提案は、彼が書きたいという夢に触れられるもので、クラスメートからも好評を得た。文化祭までの期間、ユーマはクラス新聞の編集長として、記事の構成やデザイン、取材など、新聞作りのすべてを統括することになった。このプロジェクトを通じて、ユーマは自分でも知らなかった才能に気づく。彼は文章を書くだけでなく、人を引きつける話題を見つけること、チームをまとめることにも長けていたのだ。クラスメートたちも、ユーマの意外な一面に驚きつつ、彼のリーダーシップを支持し、新聞作りに積極的に協力してくれた。文化祭の日、クラス新聞は大成功を収めた。訪れた人々は、一様にその内容の豊富さと、編集の工夫を褒めたたえた。ユーマはクラスメートたちとの絆が深まったこと、そして自分自身の新たな可能性を発見できたことに、心から満足感を覚えた。文化祭の成功から数週間が過ぎ、ユーマとクラスメートたちの間には、以前にも増して強い絆が生まれていた。その中でも、ユーマと同じグループで新聞作りをしたミサキとの関係が徐々に変化していく。ミサキは文化祭の準備期間中、ユーマの献身的な態度や彼のクリエイティブな才能に惹かれ、二人の間には特別な友情が育っていた。秋が深まり、木々は紅葉し、学校の周りは色鮮やかな風景に変わった。
ユーマとミサキは放課後よく一緒に帰るようになり、時にはお互いの夢や将来について語り合った。ミサキは画家になることが夢で、彼女はその夢への情熱をユーマと共有した。ユーマはミサキの夢を全力で応援し、ミサキもまたユーマの作家への道を信じていた。ある放課後、二人は学校の裏庭で秘密の場所を見つけた。そこは紅葉が美しく、静かで落ち着く場所で、二人だけの特別な隠れ家となった。時間が許す限り、彼らはそこで語り合い、お互いの存在が互いの心に大きな影響を与えていることを感じ始めた。冬が近づき、二人の関係はさらに深まっていった。ミサキはユーマに対して、ただの友人以上の特別な感情を抱くようになり、ユーマもまたミサキのことを頭から話せなくなっていた。二人の間に芽生えた感情は、やがて青春の甘酸っぱい初恋へと変わっていく。高校生活も残りわずかとなり、ユーマとミサキはそれぞれの夢に向かって新たな一歩を踏み出す準備をしていた。卒業式の日、校庭には桜の花が満開になり、二人は高校生活の終わりと新たな始まりを感じながらお互いを見つめ合った。ユーマはミサキにこれからも変わらずにお互いの夢を追い続け、支え合っていこうと約束した。ミサキもまたユーマの夢を信じ、彼が作家になるその日までずっとそばで応援し続けることを誓った。二人は卒業式の後、学校の裏庭で最後の時間を過ごし、青春の思い出を胸に刻み込んだ。そして夕日が校舎を染める中、ユーマとミサキは手をつないで学校を後にした。彼らにとって高校生活は多くの思い出と変わらぬ友情、そして始まりの地点であった。未来には不確かなことが多いが、二人は互いの夢を追いながら一緒に歩んでいくことを選んだ。桜の花びらが軽やかに舞い降りる中、ユーマとミサキの物語は新たな章へと進んでいく。青春の風景は彼らの心に永遠の輝きとして残り、彼らが歩む未来の道を照らし続ける。大学の奇跡。静かな街の外れに古びたが品のある建物が佇んでいる。それは桜木大学、小さいながらも温かいコミュニティを持つ大学だ。春の訪れとともに新たな学生たちがこの地を訪れる。彼らは夢や希望を胸に未知の世界への一歩を踏み出そうとしていた。桜木大学は特に人文学科が有名で、小説家や詩人、歴史家を多く輩出している。この大学には学問だけでなく、人と人とのつながりを大切にする文化が息づいている。キャンパス内には古いが丁寧に手入れされた庭園があり、学生や教員たちはここでしばしば心を開き、深い会話に花を咲かせる。物語は春の始まりとともに桜木大学に入学することになった二人の学生、陽斗と美咲を中心に展開していく。彼らは全く異なる背景を持ちながらも、この大学で出会い、数々の経験を通して成長していく。陽斗は人と話すことが苦手で、本を読むことが何よりも好きな青年。一方、美咲は活発で社交的、誰とでもすぐに友達になれるタイプの女性。この二人がどのようにして互いに影響を与え変化していくのか。そして彼らの周りには様々な人々がいて、それぞれに心温まる物語がある。桜の花びらが舞うキャンパスで彼らの大学生活が幕を開ける。静かながらもどこか期待に満ちた空気が流れていた。入学式の日、桜木大学のキャンパスは新しい始まりの期待で満ち溢れていました。陽斗と美咲は何千という学生の中で偶然隣同士に座る運命を持っていました。美咲の元気な挨拶は陽斗の心の壁を少しずつ解きほぐし始めます。初対面での彼らの会話は簡潔ながらもお互いに対する好奇心をかき立てました。
式後、二人はキャンパスを散策し、新しい環境に慣れようとします。この時、美咲は、陽斗の内向的な性格に気づきつつも、彼が話す時の目の輝きに引き込まれます。陽斗もまた、美咲の社交性の高さと、彼女が人と接する自然な才能に新鮮さを感じました。共に過ごす時間の中で、彼らはお互いの背景や夢について語り合い、特別なつながりを感じ始めます。キャンパス内の美しい庭園で、陽斗と美咲は初めての深い会話を交わします。陽斗が抱く作家になるという夢と、美咲の演劇にかける情熱について話す中で、二人の間には互いを尊重し合う強い絆が生まれます。庭園でのこの出会いは、彼らの友情が芽生えるきっかけとなり、大学生活の中で変わらぬ支えとなっていきます。しかし、入学式の日の興奮が落ち着くと、彼らは大学生活の現実に直面します。授業、クラブ活動、新しい友達との出会いなど、喜びと挑戦が彼らを待ち受けていました。美咲は演劇部での活動を通じて、自らの才能を開花させます。一方、陽斗は新聞部での活動に専念し、書くことへの情熱をさらに深めていきます。陽斗と美咲は、それぞれが選んだ道で、成功を収めるために奮闘しますが、忙しさの中で、互いの存在がどれほど大切であるかを再認識します。キャンパスの庭園での約束は、二人にとって、大学生活の中で一貫した安らぎの場所となり、お互いを思いやり、支え合う関係を深めていきます。入学式での偶然の出会いから数週間が経ち、二人はそれぞれ異なる分野での活動を通じて、自分自身を見つめ直す機会を得ていました。陽斗は新聞部に入部し、彼の書く記事はすぐに部内で注目されるようになります。文学への深い愛情と鋭い観察眼を生かして、陽斗は学内外の出来事を独自の視点で切り取り、読者に新たな発見を提供する記事を次々と執筆します。彼の記事は学生たちの間で話題となり、新聞部の部室は陽斗の新しい作品を待ちわびる人々でいつも賑わっていました。この成功は陽斗にとって大きな自信となり、彼の中で作家としての夢がさらに膨らんでいきます。一方、美咲は演劇部に入部し、彼女の明るく元気な性格はすぐに部内で重宝されるようになります。演劇への情熱と才能を持つ美咲は、公演のたびにその演技力を発揮し、観客を魅了しました。演劇部の一員として、美咲は役柄に深く入り込み、その感情を細やかに表現することで、観客に強い印象を残します。公演後の反響は大きく、美咲は舞台上での生き生きとした姿が多くの人々に喜びをもたらしていることを実感します。忙しい日々の中で、陽斗と美咲が互いの活動について語り合う時間は貴重なものとなりました。二人は定期的にキャンパスの庭園で会い、お互いの成功を祝福し、時には悩みや不安を共有し合いました。特に、美咲は演劇部での主要な役を務めるプレッシャーに直面することがあり、陽斗はそんな美咲を励まし、彼女の才能を信じるように助言します。また、陽斗も作家になる夢に向かっての不安を美咲と共有し、美咲からの励ましを受けることで、前向きな気持ちを取り戻します。二人の関係は、互いに刺激を受け合い、支え合うものへと成長していきます。学業、クラブ活動、そして将来への夢と向き合う中で、陽斗と美咲は、お互いが欠かせない存在であることを実感します。特に、庭園の桜の木の下での時間は、二人にとって大切な思い出となり、彼らの絆をより一層深める場となりました。新たな年が始まり、彼らは自分たちの将来に対して、より一層真剣に向き合うようになりました。美咲が演劇部での全国大会出場を決めたことは、彼女にとって大きな転機となりました。一方で、全国の舞台に立つことの重圧は、彼女に大きな不安を与えました。演技は、彼女の情熱であり、生きがいでもありましたが、それが原因で眠れない夜も、
少なくありませんでした。美咲は完璧を求めるあまりに自分を追い詰めてしまうことがありましたが、陽斗はそんな彼女を静かに支え続けました。彼は美咲が持つ天賦の才と情熱を信じ、彼女の成功を願いながらも、彼女自身の幸せを最優先に考えるよう心がけていました。同じ頃、陽斗にも変化が訪れていました。彼の書いた記事が地方新聞社の目に留まり、インターンシップの機会を得たのです。この経験は彼にとって作家としてのキャリアを築く上で貴重な一歩となりました。しかし、新聞社での厳しい実務経験は彼にとって多くの挑戦を伴うものでした。仕事の期間中、陽斗は自分の限界と向き合い、時には挫折感を味わいながらも、書くことへの情熱を再確認する日々を送りました。美咲の演劇部の全国大会と、陽斗のインターンシップが同時期に重なったため、二人が会う時間は以前よりもずっと限られるようになりました。しかし、重要な局面で互いを思いやる心は変わらず、二人の絆はさらに強固なものとなりました。美咲の大会当日、陽斗はどんなに忙しくても彼女を応援するために駆けつけました。美咲の舞台は圧巻のパフォーマンスであり、彼女は自分自身の可能性を存分に発揮しました。大会の成功後、二人は共に喜びを分かち合い、これまでの努力が実を結んだ瞬間を心から祝福しました。卒業式の朝、キャンパスは春の訪れとともに、新しい生命が息吹くように、静かでありながらも、どこか期待に満ちた空気で包まれていました。陽斗と美咲は、お互いに卒業を祝福しながらも、これまでの日々が、まるで夢のように感じられ、感慨深いものがありました。式典が終わった後、二人は最後に桜の木の下で会うことにしました。そこは彼らが初めて深い会話を交わし、多くの時間を共にした場所であり、彼らにとって特別な意味を持っていました。春の柔らかな日差しの中、彼らはこれまでの4年間を振り返ります。挑戦と成功、時には失敗や挫折もありましたが、それらすべてが二人を成長させ、今の自分たちを形成していたことを彼らは実感していました。陽斗は大学での経験が彼の作家としての道を決定づけ、美咲との出会いが彼の人生に大きな影響を与えたことを美咲に伝えます。美咲もまた、陽斗との友情が彼女自身の演劇への情熱を支え、自分を信じる力をくれたことを話しました。二人はこれまで支え合い、切磋琢磨してきた日々が、これからの人生においても変わらず、大切なものであることを確認し合います。そして、二人は将来に向けての決意を新たにします。陽斗は小説家として、美咲は演劇界での活躍を目指して、それぞれの夢に向かって歩みを進めていくことを誓います。お互いに離れ離れになることもあるかもしれませんが、どんなに時間が経っても、どんなに距離があっても、互いを思いやり、支え合うことを忘れないことを約束しました。桜の木の下での別れは、終わりではなく、新しい旅立ちの始まりを象徴していました。二人は、桜木大学での日々が、自分たちに与えてくれた、無数の思い出と経験を胸に、それぞれの道を歩んでいく決心を固めます。彼らの前には、無限の可能性が広がっており、大学での学びや友情が、これからの人生を豊かに彩っていくことでしょう。大学という小さな社会で育まれた絆は、彼らを支え、導き、そして新しい世界へと導いていくのです。忘れられない授業。ある静かな春の朝、青葉市にある樹林学園は新しい学期の始まりを迎えていた。桜の花びらが校舎の窓辺を彩り、心地よい風が廊下を通り抜ける。この学園では生徒たちが学ぶだけでなく、心も豊かに成長できるような独自のカリキュラムが用意されていた。中でも生徒たちにとって最も印象深いのは忘れられない授業と呼ばれる
特別な時間だった。この授業は学期に一度予告なしに行われる。教師たちはその日のために通常の教科書にはない人生の大切な教訓を伝える特別なプランを用意していた。どのクラスもどの教師も異なるテーマを持ち、生徒たちはその日が訪れるのを心待ちにしていた。今日はその忘れられない授業が行われる日だった。しかし、生徒たちはまだそのことを知らない。静かな朝の光の中で、彼らはいつものように学園に集まり、新しい一日が始まるのを待っていた。だが、この日が終わる頃には、彼らの心に深く刻まれる何かが起こることになる。それは、ただの授業を超えた人生における大切な一コマとなるのだった。朝のホームルームが終わり、いつものように授業が始まるかと思われたその時、校長の声が校内放送で響き渡った。本日、樹林学園にて忘れられない授業を行います。すべての生徒は次の時間、指定された教室にて待機してください。生徒たちの間には驚きとともにワクワクした空気が流れた。それぞれのクラスが指定された教室に向かう中、高校2年生のクラスは美術室に案内された。美術教師の山田先生が彼らを迎え入れた。いつもと違う環境に生徒たちは何が起こるのかと期待に胸を膨らませた。山田先生は言った。今日の授業では絵の具やキャンバスは使いません。代わりに私たちは感謝について学びます。生徒たちは戸惑いながらも先生の話に耳を傾けた。皆さんがここにいること、呼吸していること、友達がいること、これらすべてが当たり前ではありません。今日、私たちは周りの人々に対してどれだけ感謝しているかを表現します。生徒たちは自分の大切な人に感謝の手紙を書くことになった。最初は照れくささや戸惑いもあったが、書き進めるうちに心からの言葉が溢れてきた。静かな美術室には鉛筆と紙が擦れる音だけが響き渡る。手紙を書き終えた彼らは一人一人が前に出て自分の感謝の気持ちをクラスメートに読み上げた。聞いているうちに多くの生徒が涙を流した。普段は見せないクラスメートの素直な気持ちに互いの絆が深まっていくのを感じた。山田先生はこの授業の最後にこう言った。人と人との関係の中で最も大切なことは、感謝の心を忘れないことです。今日書いた手紙は、それぞれが本当に伝えたい人に渡してください。この日、生徒たちは、ただの授業を超えた、心温まる経験をした。感謝の力を学び、それを実践する勇気を持つことの大切さを、深く心に刻んだのだった。忘れられない授業の余韻に包まれながら、生徒たちは昼休みを迎えた。普段よりも何かが違う。心が開かれ、いつもより会話が弾む。食堂や校庭、図書室は生き生きとした声で満ちていた。この日、校長先生は、さらに一つのサプライズを用意していた。昼食後、再び校内放送が入り、本日の昼休みは特別な探究活動を行います。校内に隠された謎を解き明かし、最後の手がかりを見つけ出す冒険に皆さんをご招待します。とのアナウンスがあった。突然の発表に生徒たちは興奮した。クラスごと、あるいは友達同士の小グループを作り、学校中の謎を解く探究活動が始まった。先生方もこの活動に加わり、ヒントを出したり、時には生徒たちを惑わすジョークを飛ばしたりしながら活動を盛り上げた。校内の至るところには謎解きの手がかりが隠されており、それを見つけるたびに生徒たちは次なる場所へと導かれた。図書室の隠されたメッセージ、体育館の謎のシンボル、科学室の不思議な実験装置。それぞれがこの日のために用意された仕掛けだった。最後の手がかりを手に入れたグループは、学校の裏庭にある小さな庭園へと導かれた。
そこには先生方によって準備された小さなお茶会が開かれていた。生徒たちはこの日の冒険を通じて得た経験や発見について語り合った。校長先生はお茶会の中で、学びは教室の中だけにあるのではなく、私たちの周りに溢れています。今日の活動を通して皆さんが新たな発見や友情を深めることができたなら、それが最も大切な授業だったと言えるでしょう。と話した。昼休みの冒険は生徒たちにとってただの遊びではなかった。それは学ぶ喜び、友達と共に何かを成し遂げる喜びを体験する大切な時間だった。心が開かれ、新たな関係が築かれ、樹林学園の生徒たちはこの日を決して忘れないだろう。忘れられない授業の日はまだ終わりではなかった。昼休みの冒険を終え、午後の授業が通常通り進められた後、学園はもう一度静けさに包まれた。しかし、この日が特別であることに変わりはなかった。生徒たちは一日の終わりにもう一つのサプライズが待っていることを知らされていた。夕方、授業がすべて終了すると、再び校内放送が響き渡った。本日の学びの締めくくりとして、校庭にて、黄昏時の対話を行います。この時間は、今日一日を振り返り、共有し合うためのものです。生徒たちと教師たちは校庭に集まり、学校が提供した小さなランタンを手に取った。一つ一つのランタンには、その日一日で感じたことや学んだことを綴ったメモが添えられていた。夕暮れの空の下、校庭は優しい光で満たされた。一人一人が自分のランタンに火を灯し、空に向かって放つ。空は徐々に暗くなり始め、ランタンの光だけがポツポツと輝きを増していった。このランタンは私たちの願いや感謝を象徴しています。今日経験したこと、学んだことを忘れず、これからも前に進んでいってほしい。校長先生の言葉が静かに夕闇に響き渡る。生徒たちはそれぞれがランタンを空に向かって放つとき、心に秘めた願いや感謝の気持ちを新たにした。友達や家族、先生たちへの感謝、未来への希望。静かな夜空に浮かぶ光は彼らの心を照らし出していた。黄昏時の対話は言葉ではなく心で交わされた対話だった。生徒たちはこの特別な日を通じて得た経験や学びを互いに共有し合い、深いつながりを感じていた。夜が更けるにつれ、生徒たちは少しずつ家路に着いた。しかし、彼らの心には、この日一日が深く刻み込まれていた。忘れられない授業の日は終わりを告げたが、その学びと経験は彼らのこれからの人生において大切な宝物となることだろう。翌朝、樹林学園はいつものように静かな日常を迎えた。しかし、忘れられない授業を経験した生徒たちにとって、この学園は以前とは何かが違って見えた。校舎の廊下、教室の窓から差し込む光、校庭に咲く花々。すべてが昨日までの自分たちとは違う世界のように新鮮に感じられた。生徒たちは昨日一日で学んだこと、感じたことを胸に、新しい学期に向けて歩き出した。感謝の手紙、昼休みの探究活動、黄昏時の対話。これらはすべて彼らにとって忘れられない貴重な経験となり、今後の人生において大切な糧となるだろう。クラスメート同士の絆はより深まり、教師と生徒の間にも新たな信頼関係が築かれた。忘れられない授業は知識を伝えるだけでなく、心を育む時間だった。生徒たちは人生において大切なことは、教科書からではなく、人との関わり合いから学ぶことが多いと実感した。この特別な日の経験は、生徒たちに新たな視点をもたらした。日常の中で見過ごしていた美しさや、他人への感謝の気持ち、自分自身の可能性。忘れられない授業を通じて、彼らはこれらを再発見し、これからの人生に生かしていく決意を固めた。樹林学園の一日は終わり、新たな日が始まった。
しかし、この学園で過ごす日々が、すべての生徒にとって忘れられない授業であるように、校長先生は願っていた。学びとは、教室の中だけのものではなく、生活の中に息づくもの。この理念を根底に持つ、樹林学園では、毎日が新たな発見と、成長の機会であり、生徒たちの心に永遠に残る授業が続いていくのであった。そして、生徒たちは理解した。終わりはいつだって新たな始まりであり、学びの旅は永遠に続くのだと、